皆様お待たせいたしました。ただいまよりセッション3、文化機構の社会参画を開始いたします。本セッションでは、森美術館館長、片岡真美様、ベルリン世界文化の家シニアキュレーター第24回シドニービエンナーレ共同芸術監督コズミン・コスティナシュ様、また本日はリモートにてシンガポール美術館学芸部長ジュン・ヤップ様にご登壇をいただきます。それでは片岡様、コスティナシュ様、ヤップ様、よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは私の方からまず10分ほどイントロダクションをさせていただいて、あと2人にそれぞれ40分ほど発表をしていただいて、最後30分ほどディスカッションをしていきたいと思っています。このセッションではですね、この誰もが文化でつながる国際会議というテーマの中で、文化的な多様性について話していきたいと思いますが、とりわけ、それぞれミュージアムに関わっていますので、このミュージアムの定義について昨日のオープニングセレモニーでも少し触れましたけれども、この2022年にアイコムのプラハ大会で再定義されましたミュージアムの定義について触れておきたいと思います。でこの中にはですね、博物館は一般に公開され誰もが利用でき包摂的であって多様性と持続可能性を育むということが含まれています。でこうした定義づけをされたのが新しいことでありまして、従来作品を収集し保存し解釈をしてそして展示をするということが、芸術的な施設の中心的な働きでしたが、それに、包摂性、多様性、持続可能性、そして倫理と専門性を持って、そしてさらにコミュニティとも共に学ぶ場であるということが定義をされています。したがって、美術館もですね、社会的な役割をより幅広く持つようになり、そうしたことを展覧会だけではなくて、ラーニングプログラムも含めてさまざまなプログラムに入れていく必要が出てきています。でその中で文化的な多様性ということを考えたときに、東京というこの都市がですね、どういった多様性を持っているのかというのを少し図にしてみました。で東京都内の外国人として登録をしている人口は今年の7月現在で68万4000人以上いますが、その分布としてはこちらのグラフにあります通り、中国、韓国、ベトナム、フィリピン、ネパール、台湾というような順番になっています。ただですね、この外国人登録者数というのを東京都の総人口の中の占めている割合を見てみると 5% となります。でこれはおそらく世界中の大都市の中では極めて少ないのではないかと思って、もろもろ調べてみたところ、いずれもさまざまな、ウェブサイトから情報を借りていますけれども、これはアメリカのアメリカン・イミグレーション・カウンシルというところが出している図ですが、これはニューヨーク、マンハッタンだけではなくてですね、ニューヨーク州全体ですけれども、人口に占める移民の割合が 22.8% と、東京都60万人ぐらいでしたけど450万人ほど、移民の住民がいます。でその構成はですね、ドミニカ共和国、中国、ジャマイカ、メキシコ、エクアドルなどとなっています。でニューヨークのニューヨークシティのですね
多様性を見てみると、人口の中では200種類以上の言語が使われていると。そして37%のニューヨーカーが、米国以外の場所で生まれているというような数字もあって、極めて多様な文化圏の人たちの集まりであるということが分かります。これをですね、パリに目を移してみますと、ちょっと図がなかったんですけれども、パリはですね、その周辺の地域はイル・ド・フランスという地域圏ですけれども、イル・ド・フランスにフランス本土に住む外国人のほぼ 40% が住んでいると。どうしても首都圏に移民の方々は集まりますので、こうした数字が出ていますけれども、パリでは人口の約 20% が外国生まれで、そのうち3分の1以上がフランス国籍を取得しているということで、極めてこちらも多様な文化の人たちが住んでいるということが分かります。でこちらはですね、UK イギリスを見てみたものですね。でイギリスも徐々に移民が増えていまして、16% の英国に住んでいる人たちは外国で生まれていると。で海外で生まれた人たちの数は2011年に比べて 34% も増加しているということで、ご覧の通り増加傾向にあるということが言えます。でこれがどういった地域から移民が来ているのかというのを見ると、2021年2年の国勢調査の数字では、英国に住む外国生まれの住民の推定が 32% がインド、ポーランド、パキスタン、ルーマニア、アイルランドの5カ国の出身であるということで、インドとの関係は植民地時代の歴史もありますので大変関係が深く、さらに東ヨーロッパからも多くの人たちが来ているということが分かります。でこの英国の民族的な多様性をこのグラフで見てみますと、とりわけロンドンはですね、アジア系の人たちが 10%、20% ぐらいいることが分かると思います。アジアの中にインド系の人たちも含まれますので、この数字は多くなるだろうなと思いますが、ホワイトブリティッシュという黄色いところは大変少なくなっていることも分かるかと思います。でこちらも非常に興味深い数字なんですけれども、こちらは難民の認定数の各国の比較というものが法務省発表の資料でありまして、上に認定率があります。で下に数字がありますけれども、日本はですね難民の認定率 3.8% で、2023年に認定された人の数は303人ということで、アメリカの6万4000人などと比較しますとですね、大変難民の受け入れ率も低いということが分かります。こういう、事実の中でですね、こういう数字をいくつか見ていく中で、美術館で扱っている、とりわけ現代美術の世界で扱っている、アーティストはそれぞれの文化的な背景を、作品に投影しているわけなんですけれども、普段あまり外国の方々を見ないというような環境にいるとですね、その想像を膨らませていくことが難しくなってしまいますけれども、ニューヨークやパリやロンドンを見ていても、5人に1人は移民であるというようなイメージを少し膨らませていただくとですね、異なる
文化的な価値観の中でどういうふうに共存しなければいけないのかということが、より切実な問題として生まれてきているだろうということが想像されます。なので今日はですね、コスミン・コスティナスさんはシドニーのビエンナーレ、シドニービエンナーレで2023年に共同芸術監督を務められて、そして今はベルリンの世界文化の家というところで仕事をされています。それからジュン・ヤップさんはシンガポールベースなんですけれども、シンガポールだけでなく他の都市でも仕事をされたこともあって、そうした中でさまざまな文化的背景を持つ人たちに向けて展覧会を作るときにどういった配慮をしているのか、あるいはアーティストの中にどういう具体的な文化的背景を持って作品を作っている人がいるのかということを事例を紹介していただいて、少しその後掘り下げていきたいと思っています。ということでよろしければコスミン・コスティナスさんにマイクを渡したいと思います。片岡さん、ご紹介ありがとうございます。主催の皆様もありがとうございます。ご招待いただき感謝します。今回取り上げていただいたテーマは非常に重要で、今この時代にこそ議論すべきことです。その重要性はますます増しています。なぜなら特に現在は世界レベルで緊張が高まっているからです。共存を考えることはますます難しくなっています。先ほど片岡さんにご紹介いただいたように、主にシドニー・ビエンナーレについて話しますが、その歴史についても少し紹介しましょう。ビエンナーレは多文化が共生する都市シドニーで立ち位置を模索してきました。もっと具体的な話をしましょう。第24回のビエンナーレで目指したのは、継続してきた議論を発展させることでした。過去50年、ずっと何らかの方法で議論してきたのです。でもその前に少しだけ補足をしておきます。数字やグラフ、いくつかのトピックなど、片岡さんが先ほど話してくれたことへの補足です。シドニーは文化的にとても多様な都市です。ニューヨークやパリ、ロンドンよりも多様です。おそらくシドニーの人口の 45% ほどがオーストラリア以外の外国生まれです。自宅では英語以外でやり取りする人の割合もおそらく 45% ぐらいでしょう。そういった点から考えてもシドニーは世界でも有数の多様性に富んだ大都市だと思います。もう一つここでお伝えしたいことがあります。何かというと、私たちは日々の活動やこれから述べる例で多様性を後押しする取り組みをしています。しかし多様性に富んだ都市を挙げても必ずしもその都市を称賛するわけではありません。片岡さんも指摘していたように、多くの場合他より多様になった歴史的な背景があるのです。例えば植民地主義や帝国主義による支配です。こうした背景を持つ多様性は多層的に理解する必要があり、議論は複雑化します。ベルリンを例にとって簡単にお話ししましょう。私が以前暮らしていた町です。もう少し理解を深めたいと思うなら、ベルリンの文化分野における多様性に関しては
別の数字が重要になります。準備不足ですみませんが、分かりやすい統計や視覚資料はありません。ただ、ベルリンの人口における外国出身者の割合は、シドニーやニューヨーク、パリをわずかに下回ります。その理由も、都市の歴史に関わっています。ベルリンは分断されていました。何十年もの間、分割統治されていて、旧西ドイツの首都ではなかったのです。ベルリンは経済的に困窮していました。その影響で、ドイツは高所得国の中で例外的に大都市の貧困率が全国平均より高いのです。このため、ベルリンに住む外国出身者の割合がパリやシドニーより低いのでしょう。また、こうも言えます。物議を醸す数字ではないので、概数で許してください。ベルリンでは、外国出身のアーティストやキュレーターが大勢活躍しています。彼らが街のカルチャーシーンで占める割合は、先ほど挙げた都市のどこよりも高いと思います。つまり、ベルリンは比較的多様な都市ではあります。ただ、並外れて豊かな多様性を持っているのは、そこに暮らす人々です。その主な理由は次のように考えられます。一つは都市の魅力です。そして長年続いてきた生活費の安さです。政治も大きく影響しています。ドイツが長年実施してきた政策の影響です。称賛するわけではありません。ドイツの文化政策はいろんな面で問題を多く含んでいるからです。それでもアーティストやキュレーターにとっては、たとえキャリアが浅くても住みたいと願う街なのです。だからカルチャーシーンは多様性が豊かなのです。ベルリンは次の話で締めくくりましょう。私たちが注目すべき第3の統計的な指標は、文化機構で働いている人たちの多様性です。特に管理職ですね。例えば組織のトップやキュレーターだったり、ギャラリーの責任者などです。プロジェクトを率いる人たちで、アートシーンで最も目立つ存在です。そしてここでも多様性は影を潜めてしまいます。権限のある人たちが占めるドイツ人の割合と外国出身者の割合を見てみましょう。これは現実を反映しておらず、都市の多様性とかけ離れています。私から見てこの状況は近年改善してきていますが、まだまだ道半ばです。今日は東京を例に目標を議論していますが、ベルリンもその達成に向け苦闘しているのです。心に留めておくべきだと考えるのは、多様性の実態をどうやって現場に反映させるかです。異なるコミュニティを正確に語ることが必要です。不断の努力で前進しなければなりません。シドニー・ビエンナーレの話に移りましょう。重要なポイントですが、シドニーは最も古くからある国際イベントの一つで、ベネチア、サンパウロに次ぐ歴史の長さです。シドニーは1973年に初めて開催されました。そして当初からシドニーは意識的でした。いろいろな面で問題を認識していたのです。文化的な多様性の問題や少数派のコミュニティとの関わりについてです。さて、
これまで話してきた人口動態や統計も重要ですが、オーストラリアでは他にも大切なことがあります。多くの移民がいることに加えて、非常に重要な先住民の問題があるのです。オーストラリアに6万年も暮らしてきた人たちは、正当な権利の保有者として認識されています。国土のすべてが彼らに帰属するのです。先住民が主権や土地へのつながりを公的に放棄したことは一度もありません。統計上の数字だけ見ると、先住民の人口は50万人ほどに過ぎません。全人口の2600万人に占める割合はわずかです。それでも先住民は優先されてしかるべきです。彼らの文化や意見を尊重すべきなのは歴史的背景を見れば明らかです。数字は重要ではありません。非常に重要なこの事情を理解しなければ、オーストラリアを理解することはできません。シドニー・ビエンナーレは当初からオーストラリア人とは何者かと問いました。地政学的に見てどこに属すのかという疑問です。アジアとの対話は最初から非常に活発でした。日本のアーティストが第1回から参加したのは冷戦下という状況を反映していたのでしょう。日米のアーティストには強い存在感がありました。西側諸国とは違う立ち位置にいたからです。ただ、他にも東南アジアなどから何人かのアーティストが参加しました。普段なら見かけない存在です。西側諸国なら国際的なイベントに彼らを呼ばなかったでしょう。特に1980年代以降、長年にわたって先住民の問題はビエンナーレにおいても議論が展開されました。そして議論はどんどん深まっていき、この問題がどんな意味を持つか定式化されました。先住民とオーストラリア国家が和解するために文化が果たすべき役割も見えてきました。数十年かけて進化してきたのです。ビエンナーレにおけるこうした議論の重要性も増してきました。そしてこうした議論は以降も違った形で続くことになりました。片岡さんは過去にビエンナーレでとても重要な年の芸術監督を務めました。その時期はちょうど組織的な大混乱の後でした。ビエンナーレは再び議論を呼び起こし、新時代に入ったのです。さまざまな背景を持つアーティストと対話し、異なる現実にも目を向けるようになりました。後で触れたいと思いますが、多様性について議論する際、大切なことがあります。個人の生い立ちや経歴だけでなく、異なるバックグラウンドをもとにした視点を行動や対話においてどれだけ受け入れられるか、そしてユニークな考えに耳を傾け、どれだけ対等に議論できるかということです。さて、ここまでは一般的な状況と前提です。共同芸術監督を務めたインティ・ゲレロと私が第24回の準備を始めて気づいたことです。さて、ここからお話しするのはビエンナーレと何人かのアーティストについてです。きっと役に立つ話だと思います。これまで述べてきた問題について私たちがどう向き合ったかわかるでしょう。動画から始めましょう。まず動画を流すので見てください。1分間の短いティザー映像です。1万個の太陽第24回シドニー・ビエンナーレ。
万個の太陽第24回シドニー・ビエンナーレ。短い映像でしたが、映っていたのはビエンナーレが開催された会場です。さて、どんな展示を行うか規模や範囲が定まり、会場は6カ所と決まりました。こうしてさまざまなストーリーがビエンナーレに集約されたのです。今日は時間も限られ、議題も設定されていますから、議題に関連するストーリーに集中しましょう。議論を深める助けになってくれると思います。まず手短に前提の一つをお話ししましょう。ビエンナーレで何が行われたか、後ほど詳しく話すつもりですが、当時のアーティストがやろうとしたことは危機感への対応だったのです。ご存知でしょうが、文化的な多様性や美の多様性というのは視点の多様性も含め特別なことだと解釈されました。危機的状況に対する反応だと理解されたのです。ビエンナーレはその初期段階から気候変動の危機を認識していました。またそれ以外に一般的な危機感も抱いていました。日常や政治の場での議論に影響するような現代のありふれた危機感のことです。それを時系列で理解しようと試みました。これは展示のうち最も古い作品で、約200年前のオーストラリアで制作されました。大規模な森林火災を描いています。ビクトリア州の新たな入植地だったメルボルンに初めて火の手が迫った大火災でした。出火の原因は何だったのでしょうか。先住民には火を使う伝統がありました。定期的に小さな火を起こすなど上手に扱い、枯れ葉を燃やすなどをしていたのです。しかし植民地支配下では禁じられました。そのせいで枯れ葉がどんどん積み重なってしまい、ついに壊滅的な火災を引き起こしました。こうした火災は他の国でも毎年発生しています。これこそまさに人類が引き起こした環境危機の象徴でしょう。特にこの火災は抑圧のせいで起こりました。先住民には技術や知識があり、土地と結びついたコミュニティだったのです。本当に素晴らしい絵画です。私たちは危機をどう語るかにも注目しました。気候危機について語るとき、問題なのは黙示録や世界の終わりのような語り口です。そんな語り方では解決を目指す行動の妨げになり、可能性を潰してしまいかねません。私たちは終末論的な思考の分析を他の文化圏にも広げました。これはフランク・ムーアの作品です。クイアアーティストでエイズで亡くなりました。私たちが着目したゲイコミュニティは1980から90年代エイズ危機にありました。エイズは今でも脅威ですが、当時は抗ウイルス薬ができる前でした。私たちはエイズが死亡宣告とみなされた時代に、死が身近にある集団がその危機をどう乗り越えたか知りたかったのです。気候危機に対処する方法も学べると思いました。気候危機は否定のしようもないほどに国に壊滅的な影響を及ぼします。また歯止めをかけたかったのは終末思想の考え方です。危機を解決するための行動を止めてしまうからです。
ビエンナーレでは多くの対話がなされました。議論の広がりは先住民のコミュニティや多方面のアーティストに及びました。例えばセルワ・アタフーワはガーナ系オーストラリア人です。核兵器の歴史と時代を考察する項目も設けました。基本的には過去70年を振り返り、日本や太平洋諸国で何が起きたかを取り上げました。そして200年にわたる気候危機がどのようにこの時代に凝縮されているか理解しようとしました。原子爆弾の爆発における表現にも目を向けました。危機と破壊のイメージとして分かりやすいからです。気候危機とも比較しました。気候危機は目に見えませんが、一旦発生すればそれだけで生命を死滅させます。二酸化炭素が地球を破壊する様は大気中で起きるため視認できません。原爆とは異なります。アーティストについてもっと語りましょう。私たちが重視したのは、問題に対して提案することと、この世界で何を守るべきか理解することでした。何のためなら戦うべきでしょうか。この危機的な状況において、真に価値のあるものとは何でしょうか。大切にすべきものとは、どうすれば人類は共同体として団結し、より良い未来を描けるのでしょうか。集団的な想像力を持つ方法とは。出発点はあくまで多様性について語ることでしたが、次のような観点からも議論してきました。美的な領域やアートの歴史に加え、芸術の系譜という観点です。重要なのでここで繰り返しておきます。芸術や文化の多様性について語るときに大切なのは、活動している人や参加者の生い立ちや経歴や肌の色だけではありません。知っておくべきなのは、この世界にアートの歴史は複数あるということです。芸術の系譜は多岐にわたり、芸術や表現とは何かを理解する方法も多種多様です。美学や美しさをどう捉えるかも同じです。そしてこれらは真の多様性のプラットフォームになり得ます。地球の多様性と豊かさを余すことなく捉えつつ、それらを考慮に入れながらあらゆるストーリーを語れるはずです。ビエンナーレは一つのイベントとして可能な範囲でこのことを実践しようとしました。横断的にさまざまな試みを行いました。ある部屋を例に挙げてみましょう。そこでは異なる視点がひとまとめになり、緊張感が生まれ、議論が湧き起こりました。壁にかかっている作品をご覧ください。右側の絵はアイリーン・チョウの作品です。彼女は香港のアーティストです。取り組んでいた分野は中国や東アジアの水墨画でした。20世紀の終わりに長年活躍したアーティストで、晩年の20年間はオーストラリアに住んでいました。そこで彼女が強く興味を惹かれたのが、オーストラリア先住民の伝統的な芸術でした。アイリーンは実際に自分の作品の中に先住民の芸術を取り入れたのです。しかしオーストラリアの当時のエリート層は彼女を知りませんでした。ほぼ無名のような状態から今ようやく認知され始めたのです。一方アイリーンは東アジアでは誰もが知る存在で、有名な女性アーティストでした。彼女は水墨画にモダニズムと抽象概念を取り入れ、水墨画を進化させた存在だったのです。
アイリーンの作品はこの場に不可欠でした。隣にあるのはマレーシアのアン・サマの作品です。アン・サマは自分の作品に対しある程度まで私生活を投影させています。クイアとしての彼女自身もです。工芸品や服飾品も制作するほか、トーテムポールのような像も手がけています。幽霊を連想させる作品もあります。作品に使われた素材は普段の生活で消費するようなものばかりです。例えばプラスチックなどです。それから他には人工的な素材をよく使用しています。素材はとても安価で私たちの社会を構成する要素です。消費社会の産物です。アン様の手掛ける作品は素晴らしいオブジェです。ある観点から言えば素材を昇華させています。彼女によって素材は驚くべき希少性と輝きを備えたものになります。個体としても生き生きしています。その個体というのはつまりもともとのルーツに結びついていながら誇らしげに別の何かに進化しているのです。これこそ多くのアーティストが目指すところであり、現代の芸術による究極的な到達点だと思います。このギャラリーに展示してあるのはテ・ワー・フナによる作品です。オーン・ベイリー率いる家族がアートグループで、彼らはニュージーランドの先住民族マオリです。彼らの活動の中心にあるのは復興です。マオリ族の芸術的な言語を取り戻すためにピューピューの特殊な織を復活させています。これは下半身に着用する衣服の一種で、ホーンは家族で制作に取り組みました。こうした実践的な芸術はよく集団で行われ、個人の名を冠するようなものではなかったからです。繰り返しになりますが、多様性や視点の豊かさについて語る際にはこうした変化の理解も重要です。しばしば英雄視される個人のアーティストからグループによる実践へと変化が起きているのです。それは家族だったり他の集団だったりします。こうした議論はビエンナーレだけではなく本会議でも展開されようとしています。ただこうした活動を行う多くのアーティストは日陰に追いやられ阻害されてきました。多くのコンテクストにおいてアートの歴史が何を指すかというと、それは基本的に西洋のアート史のことです。他は軽視されアートと認められませんでした。あるいはアート未満だと判断され民芸品や手工芸品とみなされたのです。アートとそれ以外には階層が存在していました。ヨーロッパ中心主義でアートの歴史を捉えると、それ以外はアートとさえ呼ばれなかったのです。ビエンナーレはこういう例を何度も取り上げています。フレディ・ママニの作品も展示しました。彼はボリビアの建築家です。ボリビアでは人口の過半数をアイマラやケチュアなどの先住民族が占めています。そして過去20年の間、そのほとんどにわたって史上初の先住民大統領が国を率いてきました。ボリビアではその間に新たな地震のようなものが先住民コミュニティに芽生えたのです。
フレディ・ママニは建築家として新時代のボリビアに多くの建物を建てました。フレディの建築スタイルはとても独特です。彼のコミュニティで美しいとされる形状と現代建築やアーバニズムを融合させるのです。左側に彼がラパスで建てたビルの模型があります。そして右側にあるのはとても美しい形状の作品です。彼が建築物に採用した意匠のもとになったのは伝統的な織物でした。フランシスコ・トレドの作品も展示しました。時間の都合で詳しく話せませんが、偉大な人物です。重要な先住民のアーティスト、活動家の一人で、20世紀後半のアメリカ大陸で際立つ存在でした。彼はメキシコのオアハカ出身のサポテカ族で、画家であり、詩人であり、活動家でした。教育者でもあり、サポテカ語の復興のために戦った人でもあります。そして絵画の面では、彼は主にその分野で仕事をしていましたが、主題の重要なモチーフになったのは先住民の伝統的な物語やサポテカ族の神話でした。すべては無理ですが、時間の許す限り作品を見せたいと思います。さて、別の例が出てきたので会場も移りましょう。最初の画像はシドニーの2カ所の美術館のものです。シドニー中心部にある旧発電所も会場として初めて利用させてもらいました。ホワイトベイという旧発電所で非常に盛況でした。さて、この辺りでアルベルト・ピッタの話が面白いと思います。彼はアフリカ系ブラジル人のアーティストで、北東部のサルバドール・デ・バイアの出身です。とても興味深いアーティストです。なぜなら彼の作品の相当数がカーニバルに関連するものだからです。カーニバルで有名なリオはご存知でしょうが、サルバドール・デ・バイアのカーニバルも重要です。それらのカーニバルの起源はアフリカ系ブラジル人のコミュニティにあるからです。ビエンナーレにとって重要な示唆となるのですが、カーニバルは歴史上最も暗い時代に生まれました。大西洋を横断してアフリカの人々を奴隷化し、強制的に文化を喪失させた暗黒時代です。しかしその時、人類の精神を試すかのように新しい文化が誕生したのです。カーニバルも悲劇から生まれた文化の一つでした。その誕生の原動力となったのは、文化や言語、宗教の多くの面を奪われた人々でした。こうした人々が生み出したのが新しい文化の表現形態だったのです。こうした文化は集団的に表現され、歓喜の感情に基づいたものでした。一体となって喜びを表現させたのです。これはビエンナーレにとって重要な示唆となりました。多くのアーティストによる提案のメタファーでもあり、彼らは21世紀における共生を模索しています。他にも重要なことを再確認しました。カーニバルやその終焉で生まれるものもアートだということです。それらは決してただの工芸的な副産物ではありません。繰り返しますが、そういう評価はヨーロッパ的なアートの捉え方です。カーニバル自体が明確にアートの実践であり、連綿と続く他の芸術と何ら変わりありません。
カーニバルの歴史もまた芸術の歴史なのです。アルベルト・ピッタの他の作品も見てみましょう。この織物やシルクスクリーンの作品はカーニバルをイメージしたそうです。異質な要素や文化が混ざり合う見事な作品で、アフリカ系ブラジル人や先住民からの影響も感じます。しかしそれだけではなく、流行や他の文化からの借用も見て取れます。モチーフはアフリカ系の文化的なコンテクストで、何か別のものを表現するのに使用されています。例を挙げてみましょう。この作品群はコマンチ族のイメージです。右側にある作品に描かれているのはアメリカ的なコンテクストで捉えた先住民です。こちらは1950年代のブラジル文化からの借用ですが、アメリカで描かれるような紋切り型ではありません。象徴的に表しているのはブラジルにおけるコミュニティの闘争です。ここには文化交流の別の重要な側面が現れています。つまり借用と流用という側面です。力ずくではない誠実な態度での借用や流用は有益な結果を生みます。多くのコミュニティを豊かにするでしょう。こちらは短い話になるかもしれません。1988年に起きたある出来事です。当時マルディグラというお祭りがシドニーで催されていました。このイベントはシドニーでは LGBTQ のプライドパレードにあたります。1988年はイギリスがオーストラリア侵略を開始し、植民地支配に入ってから200年という節目でした。祝い事も論争も起きた忙しい年でした。その年にプライドパレードであるマルディグラが初開催されたのです。最初の出し物は先住民の代表団によるものでした。アーティストのマルコム・コールは地元の活動家でありダンサーでもありました。彼はキャプテン・クックの格好をしています。クックはオーストラリアに初上陸した人物で、彼に扮するのは一種の逆転行為でした。シンボリックな権力者の真似をすることで白人の入植者に対する称賛を茶化したのです。抵抗の意思を示し、物事の転換を促す戦略として非常に興味深い例だと思います。長い話を簡単にまとめますが、マルコムもエイズで亡くなりました。このことはあるコンテクストにおけるコミュニティの多重的な阻害を示しました。ビエンナーレでは彼をいろんな形式で展示したほか、双子のお兄さんをゲストに招きました。彼は今も存命です。かつてクックの扮装したマルコムの真似をして今年マルディグラに出てくれました。ビエンナーレはマルディグラに初めて参加し、お兄さんの見事なパフォーマンスを披露できたのです。これはマルコム・コールに捧げる重要なオマージュでもありました。象徴的なパフォーマンスでしたからメディアの注目を集め大きな話題となりました。これはディラン・ムーニーの作品です。先住民のアーティストによる巨大な絵画で1988年の様子を描いています。これはマルコム・コールです。違うやり方での展示についてお話ししましょう。ウィリアム・ヤンは重要なアーティストです。中国系オーストラリア人で写真家でもあり、過去50年非常に多くのコミュニティで活躍しました。彼は政治的、文化的、芸術的に重要なこの国のイベントすべてに出席しました。過去50年にオーストラリアで起きた出来事はすべてウィリアムが撮影し記録に残してきました。ビエンナーレでは貴重な写真を初展示しました。
1977年のフェスタックに参加した先住民の代表団の写真です。フェスタックは黒人アートのための国際イベントで、ナイジェリアで開催された1977年の祭典には、アフリカ大陸の全土から代表団が参加しました。異なる分野から何千人も集まり、それぞれのパフォーマンスを行ったのです。オーストラリアの先住民アーティストも初めて招かれ、先住民にとって大きな喜びだったと思います。彼らは約10年前に投票権を得たばかりでした。覚えていてほしいのですが、先住民は1960年代にやっと市民権を得たのです。先住民コミュニティの活動が始まった頃は、国境を越えた連帯への意識が高まっていました。闘争の壁を越えようとしたのです。どれだけ歓喜に沸いたかわかるでしょう。政治的な重みより喜びが大きかったのです。そしてこれらの写真を撮影したアーティストは中国系で移民のルーツを持っていました。ウィリアムの作品は本当に素晴らしく、ビエンナーレに重要な実践例を示してくれます。彼の作品でプレゼンテーションを締めくくりましょう。複数の視点を持ち、それを組み合わせることで力強いイメージを生み出せるのです。15秒残していただき感謝します。それでは続けてジュン・ヤップさんにお話を伺いたいと思います。音声に問題はありませんか？はい。よかったです。私のスクリーンを共有しますね。できた。それから、これでよし。皆さん、こんにちは。まずは謝らせてください。東京に行けなくてすみません。こちら側に事情があるのです。主催の皆様にも感謝を伝えたいと思います。片岡さん、そしてコズミンさんもご参加ありがとうございます。すでに重要なポイントを多く話してくださったので、私は補足できればと思います。では、プレゼンテーションを始めます。多文化主義は個人的である。タイトルは多文化主義は個人的であるです。文化に関連する本会議の主題を考える際には、主観的な個人の経験とは何かという認識が必要です。それは集合的な起源を持つ文化に結びついていて、この2つは明らかに密接な関係があります。文化的に何かを行い、体験すると人の心は動きます。もし文化を喪失してしまえば、アイデンティティさえ揺らぐでしょう。集団にとっても文化の喪失は試練となるでしょう。一緒に議論することができ、嬉しく思います。私の生い立ちは取り立てて特別ではないですが、シンガポールという出自は議論に関係しそうです。1枚目のスライド資料が示すのは、シンガポールの多文化主義の実相です。それは分離政策によって形成されました。イギリスの入植者は物理的な分離政策を取り、民族集団を孤立させました。すでに認知されていた人種を分断し、カテゴリー内の微妙な文化的差異を消し去ったのです。中華系はダウンタウンに集中し、マレー系はカンポングラムとゲイランセライ、インド系はセラングーンとセンバワンでした。一般的にはこの政策によって人口の統制を試みたとされています。しかし逆に緊張を高めたと言えるかもしれません。各グループが接触しないように境界をより厳しく取り締まる必要が生じました。左側にある新聞記事の画像は1964年のものです。当時は民族間の対立が激化していました。ムハンマドの誕生を祝うパレードで暴力沙汰が起こり、
マレー系の参加者と中華系の見物人が衝突しました。パレードを機に抗争はシンガポール全土へ広がり、集団暴動が発生しました。合計で22人が殺害され、454人が負傷したという公式記録が残っています。暴動の一因は政治的な緊張でした。当時はシンガポールの人民行動党と統一マレー国民組織が対立していたのです。軍と警察が衝突の拡大を抑えるために動員され、7月から9月まで活動しました。一説によると事件の発端はパレードに投げ込まれた瓶でした。これを機に一連の暴動が起きたそうです。政治的な緊張に影響された集団が民衆の感情を煽ったという説もあります。暴動や混乱のイメージは再発を防ぐためにさまざまな政策や取り組みに利用されてきました。こうして人々は人種や宗教に敏感になったのです。ちなみにシンガポールの国民の誓いは人種や言語、宗教を超えた団結を呼びかけています。ところで現在に至るまでシンガポールの移民人口は増加し続けています。右側の円グラフは2024年6月時点の数字ですが、人口は主に外国人労働者によって増えています。人口増加で密度が高まり、人口構成が変わることに誰しも関心を持っています。しかし政府は現状について計画通りの推移だと繰り返しています。シンガポールにおける多民族の混在と関連して文化機構などが複数あることは注目に値します。コミュニティの垣根を越えて理解し認め合う牽引役となっています。例えばインド歴史遺産センターやマレー歴史遺産センター、プラナカン博物館、そして宗教者協会のような組織もあります。この組織は1949年、異なる宗教の指導者たちによって宗教間でより良い関係を築くために設立され、信教の自由を公義で支持しています。簡単に言えば、シンガポールの多様性はそのシンボルに反映されています。最初のマーライオン像は1972年に政府観光局が設置しました。資料の中央にいるのは子ども向けの可愛いマーライオンとして2018年に発表されたマーリです。マーライオンは生物学的には存在し得ない動物で、走ることも泳ぐこともできません。架空の動物を組み合わせたものとして紋章学や民間伝承に登場します。多文化について考える際に起源の多様さはすぐには認識されませんが、マーライオンは本質的に多文化的なのです。アートや多文化主義に関連して共有したいのは、アーティストが問題や対立をどう乗り越えるかです。2012年に参加したプロジェクトを紹介しましょう。グッゲンハイム美術館と UBS 銀行によるマップです。この大規模プログラムは数年間複数の地域で行われ、コレクションの構築や展示、企画のほか3つの地域でネットワークを築きました。南アジアと東南アジア、中南米、そして中東と北アフリカです。グッゲンハイム美術館にとっては他の地域への理解を深める機会となりました。組織レベルで多文化を理解するための恒例でしょう。私はアジア地域での活動に参加しました。調査の集大成として開催した展覧会のタイトルはノーカントリー、南東南アジアの現代アートです。ノーカントリーは文学と映画からの引用でした。このフレーズによって国家というものを考え、その複雑さを考察したかったのです。南アジアと東南アジアの国々の成り立ちは
イデオロギーの分裂や国際社会による分断でした。このためアーティストを国の代表として紹介するのは歴史や個人の経験を隠すようで不誠実に感じました。だからここでは参加した2人を作品で紹介します。ベトナム系アメリカ人のトゥアン・エー・グエンはサイゴンで生まれましたが、1979年難民として家族でアメリカに移住しました。彼の多くの作品は国家の誕生と進化が題材です。資料の左側の作品は敵の敵、記念碑への記念碑というタイトルです。アメリカ製の野球バットを使用したのが特徴です。彼は宗教とスポーツの力の対立を同時に一つにすることを考えました。バットの彫像はティック・クアン・ドックで、尊敬された仏教僧です。1963年6月、旧サイゴンの交通量の多い交差点で焼身自殺を行いました。南ベトナム政府のゴディンジェムの仏教徒への激しい弾圧に対する抗議でした。有名な白黒写真が確認できると思います。彼の焼身自殺の様子は写真やテレビで鮮明に撮られました。次に資料の右側の作品です。インド出身のアマル・カンワルは詩的で文学的な要素を取り入れ、記録映像を制作します。グッゲンハイムのプロジェクトで彼の映画3部作がコレクションに加えられました。外部の季節と記憶と予言の夜です。右側の写真は3番目の作品の予言の夜です。深い苦悩を表現しています。インド社会や文化的な違いから生じる苦しみを7つの詩と歌で表しています。ナガランド州やカシミール州など各州で使用される11の言語で記録されています。カースト制や貧困や権利に関する苦悩の詩や歌です。詩の一つが茶色いセクションに抜粋されています。プラカーシュ・ジャダブの詩でアーティストに影響を与えました。題材はムンバイのランドマーク的な橋でホームレスの声を伝えています。彼はカースト制度に属さない最下位の身分の男で、娼婦だった亡き母を思い悲しんでいます。抜粋して読みます。トゲのような歯を見せシューシューと音を立て、見たいでしょ？どこから来たの？どの道から？私の服を脱がせて墓をご覧なさい。壊されて引きずり出された自分を。この2つの作品が同じように座った姿で葛藤を表現しているのは偶然です。両作品には大いに考えさせられ内省させられます。強力なイメージと苦悩の表現により見る人に社会や国の問題を感じさせます。アーティストは衝突をためらいません。虐げられた人々や不遇な経験を作品の題材にします。そういう人々や社会の実態を見る人は深く理解します。植松由香さんと一緒に企画した展覧会を2020年のコロナ禍に開催しました。相違や意志との遭遇がテーマです。展覧会のタイトルは言葉が通じない。日本人アーティストの加藤翼の作品から取りました。作品は対馬で制作されました。韓国と日本の間にある島です。違う国から来た2人が協力してサインボードを立てるプロジェクトです。お互いに言葉は通じないのでスムーズな対話はできません。しかしユーモアや忍耐のおかげで目標を達成します。これは国立国際美術館とシンガポール美術館の所蔵作品の対話でもあります。美術館同士の交流はよくありますが、植松さんと私は交流の手法に注目しました。こういうケースでよく起こるのは他人行儀に遠慮し外交辞令的になることです。
展覧会の領域的な問題のせいで、セクションを分けるので真の交流ができません。私たちは互いのコレクションを理解し融合させました。深いレベルの理解が必要で時間がかかりました。展覧会の作品を2点紹介します。左側はカンボジアのタンソックのスリバン2という作品。5枚の僧侶の方位で制作されました。一般の人には色は特に意味がありません。しかしテーラワーダ仏教では色の違いで教派や階層を表すのです。3枚はマハーニカイ派の方位で、2枚はタンマユット派のものです。実用的であり、強い結びつきを示すと同時に、信仰心や悟りへの探求を示唆しています。作品名は英語で Fields of Merit と訳されました。方位は着ている人に変化の過程を認識させます。しかし、この作品では方位の一部が取り除かれて、四角い穴が開けられました。この理念を達成していないという解説付きです。認知と目的の両方を確認する手段となっています。右側の作品も生地を使った作品です。日本人アーティストの芥川真所沙織が制作しました。愛知県出身の画家です。音楽学校を卒業しましたが、音楽家にはならず、野口道方らに師事し、油絵とろうけつ染めを学びました。神話民話シリーズは日本の伝説やルーツに発想を得ています。この作品は神話シリーズの神々の誕生。怪物のような姿で手に包丁を持っています。キュレーターにとってこの作品が興味深いのは、表現手段にろうけつ染めを使っているからです。日本では東南アジアほど一般的ではありません。加藤翼のユーモアや短足の方位のように、この組み合わせが好奇心や信仰の架け橋となり、離れていたものをつなげるのです。次はマレーシアのサバ州出身のアーティスト、イー・イランの展覧会です。シンガポール美術館で開催されています。特にメインの作品は最近編まれたマットで、植民地主義への対抗手段として制作されました。編んだマットは東南アジアでは一般的で、材料も現地で調達しています。一方、コロニアルテーブルは輸入されたものです。テーブルには立場や状況を形作る役割があると表現しています。植民地統治と現地の関係を表します。視覚や経験から微妙な調整をしたり、大きく変えたりします。統治か学びや集合体なのか、どの視点で見るかを考えます。マットは平等主義や地域社会や自然を表し、テーブルとは対照的です。彼女はこれらの作品を制作するために先住民コミュニティの協力を得ました。先祖伝来の柄や彼らの文化を伝承し続けることを奨励しています。先住民の協力者たちは作品タイトルにも明記されました。作品を見る人は先住民の存在を意識します。ただの共同制作者ではありません。この協力は芸術作品の制作を超えて広がりました。先住民の暮らしや伝統、国における先住民の所有権や文化の尊厳、彼女はそれらに関心を持つようになりました。このことから私が考えさせられたのは、組織の多文化性や他人行儀な遠慮です。次のテーマで言及したいのは、アーティストで理論家のラシード・アライーン。カラチ生まれでロンドンに拠点を置き、多文化共生を主張しています。慣例化された多文化共生の問題点は、恐れが原因だと主張しています。価値観の損失や他者への恐怖です。そうやって守りに入った多様性には限界があり、
反対に激しい防御が生まれます。しかし彼は利点にも注目しています。総合的な考えのために重要だとしています。ただ、これには形式や改善策から生じる危険性や矛盾が含まれています。最後に他の違うタイプを紹介しましょう。東京2025年デフリンピックに先行して会議が行われました。文化的な社会を考えるならアクセスのしやすさは重要です。キュレーターや美術館責任者なら意識すべきです。この点において日本とシンガポールには両国とも独自の手話システムがあります。そして日本手話には指文字というものがあり、日本語の50音に対応させています。シンガポールにも手話があります。上海語から派生しましたが、アメリカの手話と混ざり合いました。最近私は少し手話を習い始めました。とても興味深く、ろう者の体験という新しい扉が開きました。書き言葉と違い、手話は体現化された言語です。この視点がもう一つのポイントでもあります。多文化共生を考える上で、関与や直接のやり取りや交流が必要なのです。お互いに理解し合うためです。ありがとうございます。ありがとうございました。手話がお上手で驚きました。ありがとう。非常に興味深いのは文化の多様性への異なるアプローチです。そこで2人に質問させていただきます。何か思い起こすことはありますか？美術館や芸術祭を取り仕切っている時など、自分と異なる文化的背景に対して特に注意を払う必要がある事柄は、そういう出来事や瞬間を経験したことがありますか？ジュンさん、どうぞ。はい。収集に関してから始めましょう。シンガポール美術館は作品を収集しており、コレクションにおいて有名だと思います。キュレーターや美術史家は収集に対する考え方に慎重になる必要があります。シンガポール美術館のコレクションの原点は東南アジアです。私たちは他の国々を代表するつもりで作品の収集も行っています。美術館に関しては大いに注意すべき議題です。収集は好みに偏る傾向があります。他よりも一定の慣例を優先しやすいのです。解決策は見つかっていません。ですが、美を階層化することに関しては、先ほど話に出ましたコレクションに対してどう普及させていくかが重要です。いろいろな事例がありますが、エピソードを語るのは面白くないでしょう。ここで何が重要なのかというと、もっと個人的なレベルの話だと思います。私はルーマニアで生まれ、ある時期までは祖国で経験を積みました。そして最初の数年間は主に西ヨーロッパで活動していました。その時、特に2010年ぐらいまでは東西ヨーロッパ間には階級的な感覚がありました。ルーマニアを含む東ヨーロッパに対しては一層強く感じました。若いルーマニア人のキュレーターとして、そこではある一定の地位で働いていました。
それから私は団体を運営するために香港に移りました。そして突然自分の地位が大きく変わりました。特権により影響を与える立場だったので注意する必要がありました。このような発言は私らしくありません。ただ全員が気を配るべきことを私の考えの一つとして話しています。自分の立場を理解することが流れを変えます。特権意識を変えて多様な事柄を違った方法で協議します。香港で働いていたので国際的に多くの仕事をし、アジアの各地で働きました。ジュンさんが言われた問題は香港にも通じると思います。香港はリーダーになれる立場にいるとアジア各地の人々から聞こえてきます。もちろん違う意見もあるでしょう。香港は西側の力の中心地だからなのか、主張することが重要だと認識されています。植民地的な疎外化に対して立ち向かう必要があるからかもしれません。つまり全ては立場や地位です。この言葉は嫌いですが特権です。どこの誰と話すかによって人のアイデンティティは変わります。今回の議題の多文化共生において極めて重要な側面です。以前は私も展覧会を主催するときに似たような観客にフォーカスしていました。しかしながら異なる場所や土地で展覧会を開催したら誰に語りかけるのかを認識するべきです。来場者たちはいろいろですが、どんな人たちなのか知るべきです。それにその地域以外から来るアーティストに説明が必要です。その場所に作品を送り出すために文化的判断基準に対処する必要があります。自分が持つ文化の特定な解釈を持ち込んで仕事することはできません。例えば2018年に私がシドニー・ビエンナーレに携わった時、フランスのローラン・グラッソと一緒でした。私たちは先住民の文化を学びたいと思い、オーストラリアの中央砂漠へ向かいました。ヤン・ヘギュやアーニャ・ガラッチョなど他の人たちも一緒でした。アーティストのジョージ・ジュングライに会いたかったからです。彼もビエンナーレに携わっていました。ローラン・グラッソは先住民の土地を題材に新しい映画の制作を考えていました。しかし先住民にとって神聖な土地なので長老たちから許可をもらう必要があります。ビエンナーレの関係者はためらっていました。フランスの白人男性が先住民のコミュニティに接触するのを心配しました。最終的に彼はコミュニティと大いに議論を深め、見事な作品を完成させます。その作品をアリス・スプリングス出身のジョージ・ジュングライの作品の隣に展示しました。とにかく非常に難しい交渉でした。先住民が持つ複雑な考えの中で部外者として交渉するのは困難でした。多くを学びました。同じような経験をしたことはありますか？そうですね。特にオーストラリアでは慣習的なことに関してでしょうか。協議のためにどんな順序を踏めばいいのかなど適切性を心がけなければなりません。その点で最も進歩的で多岐にわたっています。順位付けは好みませんが世界一だと思います。先住民のアーティストが多いから当然です。個人のアーティストも多いですしね。オーストラリアでは国や土地と何らかの形で芸術関係者のほとんど全員が協議会を経験することになります。
もちろんこのやり方によってアイデアが出ることも出ないこともあります。シドニー・ビエンナーレには経験があります。あなたの年はうまくいきましたね。でも過去にはボイコットもありました。以前は芸術におけるキャンセルカルチャーはある程度の状態でとどまっていたと思います。しかしボイコット後、オーストラリアでは体制が整えられました。芸術以外の事情で起こる社会的な反発を避けるためです。議論をして全てのことを整えているんです。広範囲の内容においてリスク評価をして世間に公開するのですから当然でしょう。異なる方法で対処されています。これは私の意見とシドニー・ビエンナーレでの私の経験です。ビエンナーレはアーティストの多様性に関してかなり意識していると思います。以前私は芸術監督に就任しました。1973年にシドニー・ビエンナーレが始まって以来初のアジア人芸術監督でした。変化しようと多様化しようと努力しています。世界に向けて芸術活動や視点を変えたいのです。しかし展覧会を公開してもビエンナーレや美術館に来場する層は変わっていないと言われています。高い教育を受けた人たちや収入が平均以上の人たちです。美術館に来ない人に来場してもらう方法は、そういう議論をした経験や戦略的なものがあれば教えてください。来場者は白人が多いとも言われますね。そうでした。統計がオーストラリアに合致します。多民族の作品を白人が見るのもそうです。たとえ実際に何らかの戦略があったとしても、民族博物館や民族史学の活動とは大きく違ってきます。オーストラリア博物館の歴史は100年ですか？もっとかな。来場者層に関しては対処が必要な場合もあります。非植民地的な精神で展覧会を開催したとしても、他の視点で鑑賞する白人もいるでしょう。これは非常に難しいことです。この状況から脱却できたら大したものです。方法はいろいろあるでしょう。この問題に関して完全に解決できた人はいないと思います。これは重要な点ですが、取り組みや努力は継続中なのです。あと何年も何十年も続くでしょう。でもコミュニティと協力しています。それも早い時点からです。ある特定のコミュニティ出身のアーティストたちです。オーストラリア先住民か国内にある移民コミュニティです。彼らと会合して話し合いの過程を踏みます。感覚を持ってもらうためです。賛同する感覚や一連のプロセスに参加することの感覚をね。この方法ですでに変化が見られています。支援活動とコミュニケーションによりコミュニティの人々が展覧会に訪れています。彼らの独自のやり方でなければ最終的な結果は違っていたでしょう。PR 会社を通じて支援活動をしたら、もしそうなら多分同じ結果にはならなかったでしょう。コミュニティを迎え入れる方法の一つです。先住民のアーティストたちはコミュニティの存在を示せる特別な方法だと感じるでしょう。形式上の展覧会のようなやり方なら、せっかくの機会だから来場はするかもしれません。でも意味のあることだと思いません。来場はするでしょうが、重要性を感じなければコミュニティ全体には広がりません。意味のある方法で行えば
簡単に多くの人々を呼び込めると思います。SNS 活動しているアーティストなら一人で数千人までは呼び込めます。先住民アーティストの場合だけではなく、キュレーターの仕事としても同じことが言えます。外国や文化的な背景を持つコミュニティで展覧会を開催するのは簡単ではありません。その土地の歴史や文化的な人口統計などを最初に学ぶ必要があります。それにビエンナーレは準備期間が2年以下です。時間が限られます。新しい作品を制作するアーティストも作業時間なども十分にもらえません。反対に美術館側としてお聞きします。ジュンさんは観客の知識もあり、長い間一つの機関で働いていますね。長期間の出資やプロジェクトに取り組むことが可能ですよね。ジュンさんの経験をお聞かせください。長い間シンガポール美術館に勤務していますし、グッゲンハイムのプロジェクトにも従事していました。来場者の層も違いますよね。そのあたりの経験や意見を聞かせてください。わかりました。時間に関しては極めて重要な要素だと思います。多文化交流ではすぐに理解が深まることはありません。影響力に関しても長期的です。アーティストや作品の代理を務める私たちは、相違について話し合い、対立を避け交流するために舵取りをします。美術館側の立場としては、一つにはより長期的な展開を考えています。でも多くの作業は美術館の外で進行します。だから一般の人々ともつながっています。先ほどマルディグラの話題が出ましたが、究極のパブリックイベントですよね。そのようなイベントで作品を売り込みます。美術館というスペースではありません。過剰にキュレーションされたり、制限されたりしない場所が適しています。そうすることで、新たな来場者を獲得する可能性が増えます。これはキーポイントです。次にグッゲンハイムのプロジェクトに関してです。作品が集められ、一つのコレクションとして3カ国で展示されました。展覧会の各段階でこれらの国の観客とどう結びつけるべきかと注意深く配慮しました。まずはニューヨークから始まりました。でも東南アジアや南アジアのアーティストや地域のことはあまり知られていません。このことは展覧会のタイトルにも影響しました。それで来場者のことを考え、すぐに理解できるような作品に目をつけました。作品の内容も重要な要素ですが、同時に観客がどんな知識を持っているかも考えます。好奇心のレベルを高めてもらうために、どの国の作品かは明らかにしません。そうすれば作品を見た人は考えるでしょう。どこから来た作品なのかと。固定観念には頼れません。それが戦略の一つでもあります。その後、香港とシンガポールに移動した時も来場者にフォーカスしました。香港の展覧会は特別な内容で、アジア協会香港センターで開催されました。香港と東南アジアの関係にもフォーカスしました。最後にシンガポールに移動しました。アーティストはすでに知られています。多角的でボーダレスなプロジェクトにどう取り込むかが課題でした。作品だけを熟知して関連づけてしまわないかと心配しました。展示や選別においてキュレーション戦略はあります。このような取り組みをしながら、異なるグループやコミュニティの表現を
ナビゲートしています。より多様な意見や見解を聞くためです。ジュンさんの戦略を使って成功する方法は？そうですね。正直に言うと展覧会は複雑です。一生懸命に努力しても実際に得られる結果が違うこともあります。ただこれは私の個人的な意見です。それに重要なのはどうやって人々を集客するかということです。一つ例を挙げたいと思います。2022年のシンガポールビエンナーレ、タイトルはナターシャです。台湾人アーティストのウーマリと仕事をしました。彼女の芸術活動はとても社会福祉的でパフォーマンス的要素もあります。だから美術館のような場所では抵抗もあり開催が難しいんです。しかしビエンナーレや美術館の流れを壊す芸術という観点から考えると興味深いことだと思います。それで彼女のプロジェクトは映像作品として展示しました。プロジェクトの一環として台湾の高雄から学生たちを呼び寄せました。アーティストが活動をする現場でコミュニティとの関わり合いや実際に何をするのかなどを学んでもらいました。公益的な戦略ではありませんが非常に特別な戦略です。参加者の学生たちはウーマリさんと交流し学びを得ました。彼らの身になるのですから深い学びです。そして彼らの人生に確実に影響を与えるはずです。展覧会に入るときと出るときでは同じ日でも違いを感じたでしょう。地域社会貢献のプログラムに関して言えば、さまざまなコミュニティの人が美術館に来るのを待っているだけではダメです。逆に美術館側やキュレーターが地域社会に出向いて理解を深めます。これは素晴らしいことです。しかしこのやり方は時間がかかります。ここで私の体験を話したいと思います。日本の尾道市にあるシュシスライマンの素晴らしいプロジェクトに関してです。10年前に尾道でプロジェクトを開始しました。2023年、尾道市立美術館で個展を開催しました。尾道にある廃墟の家屋や建造物を利用してプロジェクトを完成させました。尾道地域の多くの人が展覧会に訪れたのです。高齢者の女性が噂で聞いた展示品のことを座って話していました。いろいろなビエンナーレに出展するのもいいと思います。でも彼女は10年かけて作品を完成させ展覧会を行いました。非常に稀なことです。国際的な専門家たちには届かないかもしれません。でも地域社会や地元のコミュニティには非常にうまく伝わっています。私にとってこの作品を見たことは実に素晴らしい体験となりました。美術館はそこで待っているだけではなく、もっと外に出て活動する必要があります。ビエンナーレのキュレーターには難しいと思います。期限がありますからね。それから最近のコンテンポラリーアートの場でよく議題に上がることがあります。多様性は文化だけではないということです。ジェンダーや民族性やグローバルサウスなど他の多くが関与します。現在ベネチア・ビエンナーレに参加するアーティストの約 90% が初出展です。これは現在私たちが注目していることで、コンテンポラリーアートにおける全体像を多様化しようと努力しています。ここでコズミンさんにお聞きします。あなたが言ったようにベルリンは特別な都市です。
多くのアーティストたちが移住を望んでます。ベルリンは海外出身のアーティストが世界で一番多い都市だと私は思っています。多くのアーティストが住んでいます。ベルリンの世界文化の家での仕事のことをあまり聞けていないので教えてください。他の美術館とは一線を画しますよね。建てられた理由やベルリンの美術館業界での役割をお聞かせください。質問をありがとう。そうですね。ベルリン世界文化の家は非常に特徴的な建物です。ベルリンを象徴するような建築物で、1950年代後半から建設が始まりました。アメリカから旧西ベルリンへの贈り物です。当時は米英仏が統治していました。とても現代的で目立つ形をした建物で、ベルリンでは身ごもった花器と呼ばれています。よくわかりませんが、形が似ているからです。それがニックネームです。シドニーオペラハウスの建築を採用した部分もあるようです。屋根の部分なんかは似ていますよね。政治的な目的で建設されて、西側の優位性を示してきました。だからベルリンの壁の近くに建てられたのです。この建築で良かったのは、建物の底上げをしたことです。ベルリンは基本的に沼地です。シュプレー川の隣の低地に土台を作り、高い位置に建てました。当時としては高額なシステムを採用して、旧ソ連が統治する北側から見えるように建てました。皮肉ですが、1980年に屋根が落下してしまいました。その事故で象徴だった屋根が潰れてしまい、ジャーナリストが亡くなりました。違う設計と施工で同じ形に改修しました。そして1989年、偶然にもベルリンの壁が崩壊し、同じ年に世界文化の家としてオープンしました。最初は西ベルリンの施設として建てられましたが、今では統合されたドイツの象徴です。そしていつの間にか文化活動における公共資金も増えました。具体的には知りませんが、数十倍でしょうか。80年代から少しずつ増え始めます。90年代には芸術や文化のために公費はかなり増額されました。そして統合ドイツのソフトパワーとしての主要な武器となりました。この施設はドイツにとって他の国々と関わりを持つための主要なツールです。さまざまな監督やチームによってその都度プログラムは変わります。そうしながら35年間も存在してきました。最初の10年ほどはまるでゲーテインスティトゥートの対極にいました。ゲーテインスティトゥートは文化的な外交の要素を出して活動していました。つまり異文化間の対話を使命としています。しかし世界文化の家は政府と連携して他国との活動を行っていました。ドイツ政府に従事しているかのようでした。それから次の十数年で実際の対話のための主要な施設となったのです。多くの面において脱植民地化という思想や人新世という言葉は世界文化の家のプロジェクトから生まれました。世界中からたくさんのアイデアがやってきて交わり創作できる場所になりました。私は2年前から世界文化の家で働いています。ボスはカメルーン出身のボナベンチュラ・ソー・ベジェン・ンディ君です。
彼は初めての外国人ディレクターです。本当？ええ、初のドイツ人以外のディレクターです。世界文化の家にはさまざまな部署があります。私は展覧会を担当していますが、文学や音楽や科学や演劇のプログラムもあります。各々にキュラトリアルチームがあります。キュレーターの多くが外国生まれなのは未だかつてない試みです。これが現状です。しかし、経歴的な多様性を問うだけよりも、さらに前進することが重要なのです。そして、複雑に争ってきた文化や社会背景を持つベルリンに、可能な限り多くを取り入れることです。そして、職場や活動の場に、海外からのさまざまな見解を持ち込むべきです。最後にお伝えしたいのは、絶対やってはいけないことです。多様性のために多様性を持ち込まないことです。要求されて多様化するのではないし、正しいことだからやるわけでもありません。多様化以外の方法がないのです。グローバルマジョリティという概念はファッションではありません。白人アーティスト以外の何かを展示するということではありません。人々の興味を引きつける唯一の方法なのです。7つの大陸に80億人以上の人が住んでいます。もしこの世界と関わりたいのなら、もし芸術とは人間性を知ることだという理念に忠実でありたいのなら、取り組むしかありません。さもないと自分を限定してしまいます。人間的な経験や知識のない視野の狭い人になってしまいます。再認識することが大切です。必要性や理想論ではなく、唯一の選択肢なのだとね。これが今まで生きてきた現実の世界です。しかし、21世紀に入ってからは、コミュニケーションの手段や政治的、技術的な環境が私たちを一体化させました。長い間、互いに無視し続けてきましたが、これからはそうはいきません。私もコズミンさんの意見に同感です。ここでこの会議のテーマに戻りたいと思います。幸福で満足できる社会を作るにあたって、どうしたら文化が手段になり得るのか、生活を向上させられるのか、良い社会のために私たちの文化は役立つのか。私はコンテンポラリーアート美術館で働く人のことをよく考えます。私たちが世界と出会える場所だと思います。世の中の経験や違いを体験できます。2024年にシアスター・ゲイツの個展を森美術館で開催しました。日本初のブラックアーティストの個展だと思います。もしかすると過去に日本で個展を開いた黒人アーティストが数人はいたかもしれません。それで人口統計データを反映させました。かなり初期の段階からです。それに世界で起こっていることを知ってもらいたかったのです。過去の歴史や私たちの行いも含めてです。未来を見るためには過去を知る必要があります。ジュンさん、文化や美術館や芸術の役割は何でしょうか。社会に対して、それから社会をより良くするためのあなたの役目は？文化や芸術が貢献できると信じますか？みんなが信じてると思いたいですね。その関係性が重要なことですからね。質問に関して思い当たることがあります。先ほど私が最後にお見せした写真で、イランの芸術活動です。彼女の活動は私たちと社会をつなげます。
いろいろなやり方で働きかけています。それに対して美術館では従来の感覚で人工的で物質的なものを優先しがちです。結果としてこのことが状況的に説明できない経験を引き起こすのです。イーランの展覧会や活動で興味深いことは、観客を編んでいる人の空間へ導くことです。彼らが誰なのか知るだけでなく、彼らの生活とつながった彼女の芸術活動も理解できるのです。この共同制作による彼女の目的は、芸術活動や制作を超え、彼らを支援することです。単なる切り取りや有効性を示すものではありません。彼女がもたらす活動には興味深い側面があると思います。シュシ・スライマンの例も同様です。彼女も地域社会に入り込み、少しずつ交流しコミュニケーションをとり、社会的な活性化を図りました。イーランと同様に彼女の活動も地域との関係性が鍵です。一方で美術館や展覧会場においてはいまだに物質的なものを重視します。彼女は作品の展示と並行して他の要素を作品に持ち込もうとしています。ある意味で美術館もビエンナーレもキュレーター自身も大きな歯車や経済の一部なんです。でも彼女たちの活動が観客の理解力を高め、感じ方の幅を広げるのに役立ちます。こういったことが以前よりも注目されているのは確かだと思います。先住民文化に関しては特にそうですし、自分たちの役割も自問することが増えました。でもまだ模索中ですね。コズミンさんが言われたように、進む道は他にないようです。見方や考え方を多様化し、違った視点で世界を見るためにです。聴覚障害のある人や視覚障害のある人も想像を巡らせることができます。私たちが知らない世界の領域に近づいているアーティストもいるようです。私たちがまだ見ぬ世界です。しかしこの瞬間にも美術館はすべての社会に開かれるように努めています。どのように社会全体にアクセスし、つながることができるのか模索しています。本日来ていただいた方々のためにも、美術館が今まで以上に努力し、発展することを期待しています。では、終了予定より10分ほど早いですが、素晴らしい議論ができたので終了します。皆様、ありがとうございました。コズミンさん、ジュンさん、ありがとう。ジュンさん、マミさん、ありがとう。ありがとう。MC の方がいなくなってしまいましたのでいらっしゃいました。よかった。ありがとうございました。片岡様、コスティナシ様、ヤップ様でございました。以上でセッション3を終了いたします。